ズが新しい宿舎に引っ越し、気になる部屋割りは新しいルームメイト発表と過去の4人部屋エピソードを振り返ります。先日投稿されたスキズの YouTube 内でスキズが新宿舎に引っ越したという事実が発覚しました。ステイからは前の宿舎でのメンバーが離れて寂しいと前の宿舎を惜しむ声が、ですがお部屋割りがとっても素敵なことに、7月31日にアップされたスキズログでお互いの新宿舎の様子を予想しながら楽しそうに話すスキズ。メンバーの宿舎はそれぞれの宿舎は歩いて5分の距離にあるそうです。仲の良いスキズなので引っ越し後もお互いの宿舎を行き来していそう。てか絶対行ってくれ。新しい宿舎は2人ずつなんだとか。そして気になる部屋割りはバンちゃんとアイエン、リノとハン、チャンビンとヒョンジン、フィリックスとスンミンのペア。ちょっと待って、部屋割り天才か。リノとハン、チャンビンとヒョンジンだなんて、なんだか新婚生活みたいな暮らしをしてそうで妄想が止まりません。スキズのおしゃれ番長のアイエンはついに僕の服を置く場所ができたと喜ぶアギパン。ルームメイトのバンちゃんは服が多すぎて怖いとアイエンのことが理解できない様子。一体どれくらいなんでしょう。数えきれないほどの洋服がありそう。フィリックスとスンミンはゲームが大好きな2人。周りのメンバーからもこの2人はずっとゲームをしていそうと言われていました。でもピリタン、あんなにゲームが好きなのに下手っぴなんだよね。スンミン、どうかお手柔らかに。スキズはこれまでにも宿舎を引っ越しており、デビューした時期は8人同じ宿舎に住んでいました。宿舎で V ライブ配信をしていたこともあり、 V ライブ配信で見れる8人のわちゃわちゃが好きだったというファンの声も。新宿舎に引っ越す前の宿舎は4人ずつ、バンちゃん、チャンミン、ヒョンジン、ハンのグループ、リノ、フィリックス、スンミン、アイエンのグループです。マンネラ園と住んでいたリノは面倒見がいいので、みんなのお世話をしていたのが想像できます。みんなで住んでいると普段見ることのできないプライベートな一面を知ることができるので、ステイは宿舎での TMI が大好き。スンミンは視力が悪くメガネ喉が強いようで、メンバーの証言によるとメガネをかけると別人になるとか。各々部屋はあったようですが、4人で住んでいると色々と不満も溜まっていたようで、そんなメンバーとの共同生活に不満が溜まっていたメンバーとは、カムバのウルフカットが最高なヒョンジンさん。スリラチャの3人と暮らしていたヒョンジンは YouTube コンテンツでは3人が集まるととにかくうるさいと不満を爆発させていました。何があったの？ご飯を食べている時でさえもうるさいようで、ハンは立ち上がって踊り、チャンビンは大声で叫んでいるんだとか。なんともカオスな食卓。そしてバンちゃんとチャンビンは運動が大好きなこともあり、毎日鶏の胸肉を食べており、上半身裸で過ごしているそうです。スキズのジョーラが見られるなんてステイからするとご褒美ですが、ヒョンジンからするとそれが本当に悲惨すぎると話していました。ですがヒョンジンはバンちゃんとチャンビンに影響されて運動に行く回数が増えたそうです。そのおかげかヒョンジンも日に日に筋肉質になってきています。チャンビンはジムだけでなく宿舎のリビングでも筋トレをしているようで、よく「ふふふ」とチャンビンが筋トレを頑張っている声がリビングから聞こえるそう。ヒョンジンは自分が寝るときに「ヒョン、僕はもう寝るね」とチャンビンに声をかけると、チャンビンの「ふふふ」という声が小さくなるんだそう。やりとりが可愛すぎるし、声を小さくしてくれるチャンビンも優しい。もう片方の宿舎ボクスンアリは平和な生活を送っていたようで、ステイの間でもボクスンアリ推しが多く、新宿舎に引っ越してほしくないというステイがたくさんいました。スンミンもこのメンバーはみんな思いやりがあるメンバーだと話しており、マンネラインと一緒に住んでいたため、リノのお兄ちゃんらしい姿がたくさん見られたとステイの間でも話題に。一人暮らしの経験であるリノなので、他のメンバーはリノをとっても頼りにしていたようです。夜ご飯はみんなで一緒に食べるほど仲の良いボクスンアリ。みんな23時半には寝る体勢になるようで、生活リズムもほぼほぼ同じなんだとか。明け方に寝ることが多いスリラチャタスヒョンジンの宿舎とは正反対の生活リズムです。ステイの間でも話題になったのが未婚危機のバスタオルエピソード。スンミンはシャワーにはいる時バスタオルを忘れることがあるようで、お風呂を共有しているリノがいつも持ってきてくれるんだとか。スンミンはリノにお願いするときに「愛するリノヒョン、タオル取って」とお願いするんだそう。ステイの前ではツンデレな2人が宿舎ではこんなラブラブ生活を送っていたなんて。リノは最近のライブ配信で「あ、ついにスンミンさんのタオル持っていかなくてよいですね」とツンデレ発言をしていました。これも愛の裏返しかもしれませんね。4人ずつに分かれて住む前は8人一緒に住んでいたスキズ。
YouTube にアップされる Vlog などで時々映ることがあり、スキズの宿舎を見たファンからは散らかりすぎじゃないかという声が多くありました。何の恥じらいもなく部屋を見せていたので、散らかっているという自覚がないのかもしれません。いくらアイドルでもさすがに男8人で住んでいたら男衆満載の宿舎になります。部屋が汚くなってしまう元凶の人物がいるようで、それはハンジソン。宿舎決めの時に部屋が汚すぎてメンバーからは一緒になりたくないと言われるほど、ハンはよく眠るタイプで、デビュー当初は宿舎に帰るとすぐ眠くなりシャワーを浴びずに翌日もそのまま出かけていたそう。そのためステイからもハンはあまりシャワーを浴びないタイプというイメージを持たれていました。ですが最近のジェジュン先輩の YouTube コンテンツに登場した際に、今はしっかり洗ってると言っており、バンちゃんも一番しっかり洗っているとあの時のイメージを払拭。ハン自身も僕が一番清潔だと自信を持って答えていました。ですがハンが思うグループで一番部屋が綺麗なメンバーは誰か聞かれると黙り込みます。ジェジュンにも感つかれてしまい白状すると、ハンの部屋はやっと寝られる空間しか残っていないのだそう。想像するだけで相当散らかっているのがわかります。ジェジュンにそういうタイプの子が一人で住むと一番綺麗になると言われ、僕は内面的に綺麗な子だったんだねと開き直るハンジソン。しかしハンだけでなく、実はステイから片付けができない疑惑をかけられているメンバーがもう一人。みんなで休暇を過ごすという YouTube コンテンツで、ハンとヒョンジンが同じ部屋を使っていた時のこと。2人とも床に物を置き、部屋が散らかり気味だったので、ステイからはヒョンジンも片付けができないメンバーなのではと推測されているとか。宿舎同士の距離もあまり離れていなかったことから、仲の良いスキズはよくお互いの宿舎を行き来していたんだそう。8人で暮らしていた時は一緒に食卓を囲んで食事をすることも多かったようで、4人ずつに分かれて寂しくなってしまう時もあるようです。スンミンはご飯を食べる時にチャンリンにテレビ電話をすることがあるようで、それが寂しくなった時の合図なんだとか。自分から電話したにもかかわらず何も喋らずご飯を食べ続けているようで、なんだかスンミンのツンデレな愛情表現が伝わってきます。特にヒョンジンは宿舎で一人で過ごす時間が多かったようで、もう一つの宿舎に行き、よくリノと夜食を食べていたようです。あまりにもヒョンジンの来る頻度が多かったため、リノからお泊まりセットを持ってきたらスンミンを追い出そうかと言われたそう。何かとターゲットにされがちなスンミン。新宿舎もお互い近い場所にあるということで、これからもメンバー同士で行き来しそうですね。新しいルームメイトでの宿舎エピソードも楽しみです。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。